植木チャンネル。アルコール飲まなくなって5年ちょっとなんですけど、今ちさんは、今どれぐらいですか？私は、いわゆる、シラフの期間を、アルコール依存症の自助グループではソブライティって呼んだりしますけど、ソブライティ自体は9年なんですけど、そこまでには何回も何回も再飲酒をしてるんですよ。今日こそ酒をやめるぞって思って、やっぱり飲んじゃったを何回も繰り返していて、やっぱり回復が安定するまでって大変で、自分の場合アルコール依存症ですねって言われて、どうしようしないて、やっぱり自助グループに行った方がいいなって思って、自助グループに通い始めました。でも、やっぱり自助グループ行っても、否認がついてて、4回ぐらい再発っていうか、また飲んじゃって、思い出したのは、なんか自分は RC じゃない、アルコール依存症じゃないっていうのを証明しようとして飲んだんですけど、結局、なんだかんだってバレないように飲んでたら、最後には多目的トイレでハーフボトルの赤ワインを一気飲みするっていう行動に出て、どう考えてもこの行動はある種やって思って、アルコール依存症じゃないかもって思ったけど、結局トイレで一気飲みするっていう行動で自分で証明するっていうこともあり、結局精神病院で3ヶ月入院して、お酒のない生活をするための治療したんですけど、その時も、なんか、その自分の前に、トランス男性の患者さんがおられたみたいで、お風呂も時間をずらしてくれたし、拒否も男性部屋でいいですかって聞かれて入っていたら、特にアウティングも入ずに、自分のセクシャリティを認めてもらって、大切にされる感覚っていうのも、今から考えるとすごく大事だったなって思います。やっぱりそういう前例があったから対応してくれたっていうことなんですかね。そうだと思います。なんかもう、その人も、植木さんも、道を開いてくれてありがとうっていう感じがすごいするし、病院にとっても、やっぱり、アルコールの、問題の付随してたり、その原因になってたりする、いろんなことを、病院自身が、知見として、蓄積していく、すごい大事な経験になったのかなっていうふうに、今聞いてて思いました。先に入院された方が、いろいろ話し合ってくれたおかげで、自分はそんなに話し合わなくても済んだので、本当感謝ですね。あの、今のところ9年断酒中なんですけど、
まあ、ただ、やめているっていうだけで治ったっていう感覚はやっぱりないんですよね。回復っていう言葉でしか表現できない感じっていうのは、もうね、身に染みて感じますね。そうですね。やっぱり、何年やめても、結局は一滴でもアルコールを飲んでしまうと、やめなくなるんで、一生付き合っていかないといけないんですけど、でも今、お茶とか水の500ペットボトル見ると、よくこんなもん6本も飲んでたなとか思って、6本って3リットルですよね。すごい。あ某銀色のビールが大好きだったので、缶パックを買って、何日かで飲もうと思うんだけど、結局、一回だけじゃ、あるだけ飲むし、ね、今だと確かに500ミリリットルのペットボトルも、こう1日ね、机のとこ置いてて、まあちょびちょび飲むのに、3リットルはね、どこに吸収されてたんでしょうね。わかんないけど、でもお酒やめてから5キロ以上は痩せたので、やっぱり脂肪とか脂肪肝になってたんじゃないかなって思いますね。お酒に関連してだと、なんかこう、今工夫してることってあります？やっぱりアルコールが体に入らないように、買い物するときは、原材料を確認して、アルコール入ってないか見たりしてますね。意図とせずにアルコールが体に入ってしまうのは怖いので、できればなんかね、アレルギー表示みたいな感じで、パッケージに書いてほしいですけど。確かにね、ちょっとこう、ね、酒アレルギーじゃないけど、お酒注意なね、こう、ハラール食とかみたいなね、こう、アルコール使ってませんシールみたいなのとかあると、ちょっと嬉しいかもしれない。あの、ちなみに今だとね、ノンアルコールビールもいっぱい出てますけど、植木さんはあれは飲まない派ですか？自分は飲まない派です。飲んでやるとスイッチが入って、本物が欲しくなるってデータがあるんで、怖いなと思ってるのと、あとは、練習を始めた頃に、ノンアル飲んでたんですけど、ノンアルでも結局3リットルぐらい飲んでたんで、多分自分はすごくそういうのに依存する方だから、飲まんとこうっていう感じですね。やっぱりこう、どこかにこう吸収される3リットルが私はなんですけど、断酒してからやっぱりこう味覚が戻ってきたというか、こう食事の味が分かるようになって、それまで私にとって食事っていうのは完全に栄養補給の手段だったんですけど、だんだんこう楽しむものになってきたから、清涼飲料水とか炭酸水とか、でも全然こう、美味しくいただけるようになったので、私も一応、あの、こう、お酒は今のところやめれてるし、あと、食事が美味しいって結構楽しいんだなっていうのが分かるようになって、結構そこは意外でしたね。アルコール飲んでるだけで
感覚が鈍っていくんで、自分は自覚なかったんですけど、お酒やめてから、仲いい会社の人に、最近うまいって言うようになったなって言われて、えって思って、いや、前から言ってたと思うけど、いやいやいや、一切言ってなかったよって言われて、いや、でも、チーズ美味しかったし、チーズ美味しかったし、トビカは美味しかったし、いや、それ全部つまみやろうがって言われて、あ、確かになと思って。いや、本当に、つまみ美味しかったっていうのは、やっぱりね、記憶にあるし、なんだったら今でも美味しいは美味しい。美味しいは美味しい。味の好みは変わってないですね。最初の頃は甘いものを落ち着くために食べてたけど、最近は甘いものより、やっぱりしょっぱいものは好きだったり、ちなみに、アルコール依存症に関しては、誰にどこまでオープンにするかっていう問題もついてくると思うんですよ。すごい、偏見の強い病気でもあるし、植木さんはどうしてますか？ある程度付き合いのありそうな人には言ってますね。今地さんはどうですか？私の場合は、障害者手帳はうつ病で取得してるんですけど、仕事柄、やっぱり遠赤に行くことがあるので、先に言っておかないといけないなっていうふうに言う、なんだろう、必要に駆られて感はあるんですよね。ただ、人によっては、今っちさんお酒飲めないのにごめんねとか言う人もいて、なんかそれにはね、もやっとするんですよ。なんだろう、別に謝られることではないんだけどな、みたいな。私の友人では別にアル中じゃなくても、その宗教上の理由とか、ライフスタイルとしてお酒を飲まないっていう人もいるから、自分が幹事をやるときはソフトドリンク多めのお店を選ぶっていうようなこともしてるし、なんかかわいそう扱いは若干不本意みたいなところはあるんですけど、ね、そういう、なんだろう、やっぱりアルコール依存症の人へのイメージなんですかね。植吉さんはそういうの感じます？他人から直接もやっとすることは言われてないんですけども、そもそもは、ある程度付き合いがある人に対して、トラスリンダです。反射クシャルです。うつ病です。アルコール依存症です。パニック障害です。めっちゃ言うので、なんかもう、どっちかっていうと、なんか、トランスジェンダーって言った時点で、どっちのトランスジェンダーだろうが、植木さんの場合はいろんな伝えることがあるから言われた方もね、結構キャパに入りきりませんみたいなね、でアルコール依存症がポロッとこぼれていったりとかね、しそうですよね。もうなんか、障害というか、マイノリティ性の総称者状態なんで、そうですね、両方が多いみたいなね。でも、医者にかかった時は、って思うことがあって、病歴を言うときに、アルコール上昇ですって言って、でも今は何年やめてますって言うと、ちょっと待って言われて、いやいやいや、そのちょっとがわかんねえんで思いながら、医療関係者も
そこらへん知らない人いるかなって思って驚くことはありますね。やっぱりそういう時って依存症って飲んでる人っていうイメージで、こう、やめたんだったら依存症じゃないでしょみたいなイメージなんですかね。そうだと思います。いや、そんなことはないですよね。結構飲んでないアルコール依存症でもういっぱいいるんですけど、そういうのってなかなか知られてないんだなって思いますね。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。